はい、というわけで今日も土屋カバン製造所さんの工房にお邪魔してます。今日はカメラストラップのセカンドサンプルを制作です。楽しみ。お、角さん発見。お疲れ様です。ありがとうございます。お願いします。7段階発明だったらでですよ、これが先日お預かりしたファーストサンプル。このカメラにつけて、ずっとミラノこの間行ってた間も使ってたんですけど、結構ね汚れてますな。ここはね全体的に色もちょっとそうなの。でもあれですよ、別にどっかに飛び込んでなんか非常に手荒な扱いをしたわけじゃないんだけど、ミラノで何かやってきました。本当ね、アクティブな。いやでも基本的にここの仕様はね、今回ちょっと考え直そうぜという話になってたから、もう早々にこの汚れやすさみたいなのはちょっと要改善という話になりましたしこれ何ミリでしたっけ、ファースト15ミリですね。細いんですけど、私はでもあんまりこの細さで食い込みが気になるとかは個人的になかった。あ、本当ですか。それは意外な。つけるカメラとかあと個人差によりますよね。でもこの富士の XE4 はちっちゃいんだけど、ちょっといつもより重れめのレンズつけてたんですよ今回。これ多分1キロはないけど、100、700ぐらいはあるんじゃないかな全部。だからなんか最軽量の装備じゃなくても別にこの細さは私は気にならなかったかな。なるほど。まあ15ミリ幅も細くてスマートでいいけど、もうちょい広げたものも試してみましょうか、みたいな話をしてました。あとこの輪っかがここがねポヨンポヨンする耳がついてるみたいになっちゃう問題があったので、やっぱちょっと全面的にこの辺のカメラに取り付ける部分はいろいろ要改善、考え直そうって感じでしたね。ですね。逆に言うともうこの根元をしっかりこうブラッシュアップというかレベルアップさせれば見えてくるというわけで、ここまで我々はいろいろスラックで話してすごいやりだしましたね。部分検証用サンプル。そうなんすよめっちゃある。試行錯誤がむちゃくちゃ見える。まずファーストサンプル作ってる時に渚さんとここで話したと思うんですけど、この本体の部分があんまり見ないデザインにはなってはいるが、もう少しこうユニークさというか、審美性が高い要素があるとなおいいかもねみたいな話をしたと思うんですよね。で一回前回ストラップの中に入れてた芯材を厚くしてみたんですよ。全然違うこっちがね中に入れてるのが1ミリ厚とかなんですけど、表も裏もこっちはね3ミリとかちょっと振り切ってみたんですよ。したらやりすぎました面白いけどね。面白いんだけど、ちょっとねごつすぎて、一回振り切ってみたから、ここからちょっと調整してみようということで、で次やったのが、もう少し薄くしてみようという話になったんですよ。ただもし後ろ側の芯材を何も考えずに薄くしちゃうと、表に結構厚めのスポンジが入ってるから、そっちの張り感に負けちゃってシルエットが綺麗に保てないっていうのが分かったんですよ。なので、じゃあ裏の芯材は、薄くしつつ材質を硬くして、その表の張りに負けないように、しっかりさせてみようっていうことでやったのがこちらなんですけど、折るとバキバキダメだったパターン。これはまずいこんなになっちゃってるので、これはダメだった。これは全然ダメですね。
ここが綺麗に出ないとちょっと製品として成り立たないので、前回裏に入れた芯材が紙と樹脂が含有されたミックスされた芯材を入れたんですけど、樹脂系のものを入れるのは多分ダメだなと思ったので、スポンジ系にしてで屈曲に強い仕様にしてみようと思うということでやってみたのがこちら。芯材をスポンジに変えたバージョン。同じ仕様のもので芯材の厚みを変えたものとかも作ったんですけど、本当微妙な違いしかないんですが、でもどちらもやっぱりちょっと内側にシワが寄っちゃう。でそもそも、この裏側に人工皮革を採用してみようかって考えたのは、人工皮革って結構すごい進化しているので、耐久性が割と強いものとかもあったりとかして、あとは色落ちのしにくさみたいなのも人工皮革の特徴だったりするので、そういった面を踏まえてストラップの内側に体に密着する部分なので、使ってみてはどうかななんて思ったんですが、ただそこまでする必要があるのかという、そこをマストの要件にする必要はあるのだろうかっていうのはありましたね。そうなんです。なので表も裏も革にしちゃって、で中に仕込む芯材はスポンジ系にして作ってみてはどうかということでやったのがこちら。解決したじゃん意外とそういうことっていう。やっぱね。そうです。この結果を見ると、なんか当たり前じゃんという感じなんですが、やっぱ表に革、裏にその別の素材というか人工皮革って、その厳密には革とは違う素材なので、やっぱ同じ素材が裏に来ることで馴染みがいいという。あと革という素材自体がね、すごい絶妙なしなやかさですよ。本当いつも開発してて思うんですけど、革っていう素材って本当優秀だな。加工のしやすさ、柔軟性、耐久で、かつ広く流通してるから安定して供給されるし、コスト面も安定しているし、いろんな表情とか質感のバリエーションが豊富。なかなかないですよね。確かにね。ほとんどの人が見て高級な素材であると認識できるという。確かにすごく稀有な素材だなっていうのを、また今回もなんか思い知らされたと思いました。すごいストラップの形が見えてきている。そうです。ちょっとこちら根元です。ここで出た課題としては、まず20ミリにしたじゃないですか。前回のテープはこれ10ミリとかだったんですけど、この10ミリだとカメラのその取り付け部分によってはちょっときついとかもあったと思うので、幅が細くなりました。こっちは太くなったが、こっちは細くなったっていう状態になってます。で思ったのが、こっちの幅とこっちの幅の差が大きくなったことによってそうだね、なんかちょっと不格好みたいな、スマートさが失われたというか、なんかこれはこれでかっこいいって見方もできる気はするんだけど、わかる。なんだかこうちょっと違和感を感じざるを得ないバランスだなと思って、それで改めてこっちの根元のストラップの8ミリは維持したまま、15ミリ幅のものを作ってみました。で18ミリ幅も作ってみました。めっちゃ作っとる本当めっちゃ作っていただいている。あ、いいね。差順で言うとこんな感じ。15、18、20みたいな感じ。へえ。いや、なんかここ根元レザーにしようって聞いた時に、いやなんか結構普通のストラップになっちゃわないかなって、私はちょっと心配したんですけど、なんだろう、いい感じに、なんですかね。でやっぱ根元のストラップがですね、悩みの種で、そうよね。
汚れにくさをこう追求して革にした方がいいが、汚れにくいということはこの素材がこう割とツルツルしているので、このストラップが緩みやすい。ああ、それね、大事だからね。めちゃくちゃ大事。で、金具とかをうまく使って緩みを防止しようかとも思ったんですが、やはりオールレザー仕様だと、この緩みやすさを安心感を覚えるほど改善することはなかなか難しいなと思って、で、本当はこのね、中心ステッチを入れる仕様がいいんですけど、まあその仕様でいけるかどうか試しつつ、ストラップの裏側の素材を変えてみることにしました。全然緩まない。全然緩まないということになり、すごいね。これは発明だったね。ここまでたどり着くのマジ辛かっいや、これすごいですね。た。辛かったですね、今回。ね、すみません、ありがとうございます。本当に無理難題を。いや、全然。まだね、耐久テストとかもちろんしたいんですけど、かなりね、緩みづらくなってると思います。すごい。そうだね、相当引っ張っても。もうこのストラップがこういう状態になったこの金具を横から何時間見たかわかんない。本当に。着々と作っていただいて。すっきり。白がとりあえず上がった。上がってきましたね。いいじゃないですか。いい感じ。ねえ。お、ブラックもありがとうございます。ブラックも来た。いいじゃないですか。見えた。見えました。見えたじゃないですか。よかった。ちょっとこれでつけてしばらく使ってみて、緩んだりしてこないか検証ですね。2個巻きする必要がないってなると結構付け外しも楽でいいっすよね。そうですね。ニコン巻きよりかは全然楽だと思います。ニコールの自分との冷却と。もういいじゃないですか。大丈夫だと思う。良いのでは。ここがね、このレシピが変わると一気に印象変わる。そう、印象変わると思います。いいのでは。スマート。振り出しに戻んなくてよかった。いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。ねえ、いいっすよね。これ多分肌のペタペタ感もペタペタ感なくてめっちゃいい。全然変わる。じゃあしばらくこれ使ってみます。はい。お母さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お母さんめちゃくちゃ検証サンプル。いや、むちゃくちゃ本当ありがとうございます。すごい貴重なお母さんのリソースを。いや、でもだいぶ
近づいてきましたね。シンプルは難しいですね。難しいね。触れることがね、少ないからね。あとやっぱそのちょっとした厚みの違いでその使い心地変わるか。はい。じゃあ本日これにて、はい、ありがとうございました。じゃあ15ミリのサンプルをよろしくお願いします。じゃーん。見てください、これ。先日予告した通りにカメラストラップセカンドサンプルの 15mm バージョンを作っていただきました。いや、いいじゃないですか。じゃあちょっとせっかくなのでこの 15mm 幅のタイプをつけてみようかな。ちなみにこの今ピカピカしている金具に関しては先日もお話しした通りマット仕上げのものになります。これも変わるとだいぶ印象全体変わると思います。よし、ついた。いい感じじゃないですか。ホワイトはこんな感じ。なんかここにこのサルカンって呼ばれるパーツを、この間までここ一つだったんですけど、ここにもう一個増やしてもらったことでこうつける時に長さの決めがつけやすくなったというか装着しやすくなった感がありました。うちもこんな感じでいい感じだと思います。結構細いんですけどやっぱクッションが結構効いてるから全然食い込む感じとかしなくて肌当たりもいいし、あとストラップ自体すごい軽くていいですね。ちなみに今回カメラのこのストラップ取り付け部がスリットになってるタイプのカメラでテストしてるんですけど、もちろん三角管になってる α7-4 とかももちろんつきますし、あとライカとかってここに丸カンがついてないとストラップがつけられないと思うんですが、そういったカメラ用にここにつける丸カンも実際の商品にはつけていただく予定なので、ライカとかにもつけていただけるんじゃないかなと思います。またそれもね実験してみたいとこですけどね。はい、じゃあこんな感じでしばらくまた使ってみようかなと思います。なんか質問とかご意見あったら是非コメント欄の方にいただければ嬉しいです。